北海道を目指し金沢を出発。途中大雨に降られながらも北上し、秋田県井川町のキャンプ場に宿泊。今日はいよいよ北海道に上陸です。皆さんおはようございます。今日は秋田県の井川町にあるキャンプ場から青森県のフェリーターミナルへ向かいます。そこから海を渡って北海道入りするのですが、時間に余裕があるので青森県は三内丸山遺跡に立ち寄ってから向かおうと思います。今回津軽海峡を渡るのは青函フェリー。出港は14時30分。1時間前には到着してなければなので、あまりのんびりはできませんが、今日でしばらく本州ともお別れなので楽しみながら走っていきましょう。青森へは東北縦貫道を使いますが、最寄りから乗ると遠回りになるため山沿いの道に1時間ほど走り、東北道へつながるバイパスの手前まで来たのですが、通行止めですね。どうやら先日の大雨の影響のよう。高速の通行止めは確認していましたが、手前のバイパスまでは見落としていましたね。ということで調べたところ、ここからバイパス1区間だけ迂回できればなんとかなりそうです。通行止めのバイパス入り口を指示するナビに逆らい、迂回ルートに行きましょう。7号線に合流です。そのまま7号線を進んでも良さそうでしたが、わからなかったので、先ほどのバイパスの隣入り口、新田真ん中から再びバイパスへ。予定のルートに復帰です。このまま進んでも東北道にぶつかるのですが、少し遠回りのようなのでナビに従って大館北で降ります。7号線に再び合流し走り続け、ようやく東北道碇ヶ関 IC が見えてきました。対面通行の山道は気を使うので、一刻も早く高速に乗りたいところ。ということでようやく東北道へ。ここからは青森まで一気に北上していきます。ひたすら北へ走り続け、出発から2時間半ほど休憩していなかったので、津軽サービスエリアで一休み。青函フェリーはバイクの場合ネット予約ができず、電話予約のみ。電話で確認し、無事に予約が取れていたので、このまま遺跡の最寄りまで進んでいきましょう。20分ほどで青森インターチェンジに到着。ここで高速を降ります。出口から遺跡まではすぐ。ここの道を左折すればよかったのですが、ナビの通りに進んだ結果、封鎖されてますね。U ターンしてなんとか到着。少し時間をロスしましたが、見学の時間は確保できそうです。それでは遺跡散策といきましょう。ということで園内へ。今歩いているこの道も縄文時代に実際に使われていた場所の上を通っているそう。歩いていると不思議な気分になりますね。復元された竪穴式住居や柱跡、墓の跡など、縄文時代の遺構がこれほど残っているのは本当にすごいですね。中でも目を引くのがこの大型竪穴住居。
半分は修繕中でしたが、縄文時代にこれほど広い建物があったとは驚きです。盛り地やゴミ捨て場の跡から貴重な資料が見つかるのも興味深いですね。今も発掘調査が進んでいて、今後さらに充実した遺跡になりそうです。その後は資料館で板状土偶などを見学。1時間ほどで見学を終えました。現在時刻は12時。昼食の時間がちょっと怪しくなってきましたが、次は青森駅へ向かいます。青森名物の味噌カレー牛乳ラーメンが食べられるお店があるそうなので、なんとか食べれればいいなと思い向かっていきます。ということで駅北口のバイク置き場に来たのですが、満車ですね。バイクが止められないので予定を変更し、観光物産館アスパムへ向かうことに。小さい頃に一度だけ来たことがあり、三角の建物が印象的でしたが、よかった、まだ三角でした。ここでお土産を買いつつラーメンも食べられればと思います。ということでラーメン屋に行列ですね。時間があれば並びたかったのですが、今回は断念。ということでアスパムに戻ります。すでに13時近く、がっつり食べる時間はなくなってしまったのでアップルパイを購入。少しですが青森の味を感じられてよかったです。さて時刻は13時15分。乗船手続きまであまり時間がありません。急いでフェリーターミナルへ向かいます。途中スーパーに寄って船内で食べるものを購入し、なんとかフェリーターミナルに到着。急いで乗船手続きをしていきましょう。ということで手続き完了。料金はバイク込みで5000円ちょっと。津軽海峡を渡ります。ちなみに津軽海峡を渡るフェリーは2種類ありますが、今回は青函フェリーを利用します。ということで時刻は14時過ぎ。いよいよ乗船です。チケットの確認は昔ながらの半券スタイル。今回のツーリングのためにレッグバッグを買ったので快適です。この青函フェリーですが、もともとバイクを積むためのフェリーではなさそうな感じで、乗せられる台数も多くないので早めに予約して正解でした。荷物を持って客室へ向かいます。甲板を通るのは新鮮ですね。ということで船内へ。中はとても綺麗ですが、誰もいない。バイクが先に乗船だったので他の乗客がいないのは予想通りでしたが、クルーの方も見当たらず、席の指定もなかったので適当に良さそうな場所を確保。船内はこんな感じ。4時間過ごすには十分すぎるほど快適です。そして定刻通り出港。しばしの海の旅です。
ということで少し眠っている間に函館に到着。バイクは最後に下船します。グローブを片方落としてしまって焦りましたが、荷物を積み込んで下船です。そして北海道に上陸。これからの予定としては、今日からしばらくは祖母の家に泊まり、何日か後に実家のある札幌に向かいます。ここからは少し一般的なツーリングとは違う流れになりますが、どうぞお付き合いください。ということで今日はここまで。次のシーンからは函館観光編です。お疲れ様でした。ということで、ここからは函館観光編。まずは函館山へ向かいます。函館山はバイクでは登れないため、車で送ってもらっています。さて、頂上の展望台。夜景で有名な函館山ですが、昼間は車で登れる上に空いていて、意外と穴場ですね。改めて見ると、函館は砂州の上にできた町なんだと実感します。とても綺麗で大満足です。その後は麓の建物を散策。明治時代の西洋建築が今も残っているのはすごいですよね。お昼は函館名物ラッキーピエロのチャイニーズチキンバーガー。本当に函館満喫セットといった感じですね。夕方には五稜郭へ。タワーから城跡を眺めるのが定番コースですが、一度登ったことがあるので、今回は奉行所の前にある建物で100名城スタンプを集めに行きます。ということで無事スタンプもゲットです。これで函館観光編は終了。改めて函館を巡ることができて、とても楽しい時間でした。それでは次のシーンからは函館を出発して札幌へ向かいます。おはようございます。今日は函館から札幌までの移動。両親の車と時間差で並走しており、寄り道はほとんどできないため、ここからはダイジェストで。国道5号線函館新道を北上し、大沼公園の横を通過。そして森町に突入。今回のツーリングではできるだけカントリーサインをカメラに収めようと思っています。この旅が終わるまでにいくつ集められるか楽しみです。さて、ここからは高速で。北海道縦貫自動車道は黒松内から室蘭、苫小牧を経由して札幌へ通じていますが、少し遠回りなのと高速代を節約したいので、黒松内からはニセコ、小樽を経由して札幌に向かいます。ということで大沼公園本線料金所から飯後に、途中八雲パーキングエリアで休憩を挟みつつ、再び札幌へ向けて出発。そこから20分ほどで長万部町に突入。さらに20分で黒松内町へ。黒松内ジャンクションからは黒松内新道に入り、国道5号線へ合流します。ゲートを通って高速を降ります。そしてここからなかなか厄介な道を走ることに。
黒松内新道、無料ではありますが高規格道路である以上これはなかなかひどい。速度を落として慎重に走っていきます。黒松内新道も終点になり、右折して国道5号線小樽倶知安方面へ。20分ほど走って蘭越駅前を通過。蘭越町のカントリーサインは残念ながら取り損ねました。そしてすぐにニセコ町に突入。正面11時方向には羊蹄山が見えるのですが、雲が厚くてうっすらとしか見えません。ここは今日のルートで一番のビュースポットなんですが、もう少し近づく頃に晴れてくれるといいですね。そんなことを思っているうちに道の駅ニセコビュープラザ前に到着。ここで並走していた両親と合流して休憩します。残念ながら羊蹄山の雲は晴れませんでした。少し休んで再出発。隣の北連でガソリンを入れてから再び5号線を北上していきます。今日のハイライトを逃し、カントリーサインも取れないまま倶知安の市街地を抜けて30分ほど走って三木町へ。フルーツラインを進み、三木 IC から後部市自動車道に入ります。しれっと余市町に入りつつ、料金所を通って札幌までは残り 40km ほど。そのまま走り続け、銭箱インターチェンジで降ります。ようやくここまで来たかという感じです。お昼はインターチェンジ近くの蕎麦屋でほろかないそばを。美味しかったですね。ということであとは実家まで走るだけ。かなり急ぎ足ではありましたが札幌市に到着。今回の動画はここまで。次回からはいよいよ道内ツーリング編です。それではまたお会いしましょう。さようなら。